夜空を見上げると、私たちは時に自分たちの存在がいかに小さな奇跡であるかを思い知らされます。この広大で冷たい宇宙の中で、地球という青い惑星にただ一つ知性と意識を持つ種が存在しています。それが私たちホモ・サピエンスです。私たちはかつて地球上に存在した多くの人間たちの中で、なぜ唯一生き残り繁栄し、世界を支配するに至ったのでしょうか。今日私たちは南極の氷床の下にまで調査基地を築き、海底深くの生態系を解き明かし、そしてスマートフォンという小さな板を通じて地球の裏側の人々と瞬時につながっています。この圧倒的な成功の物語は一体どこから始まったのでしょうか。生物学的な観点から見ればホモ・サピエンスは決して最強の種ではありませんでした。私たちの先祖がアフリカのサバンナをさまよっていた太古の時代、彼らは非力で動きも遅く、食物連鎖の頂点には程遠い存在だったのです。しかし約7万年前、私たちの種に決定的な変化が訪れます。それは肉体的な進化ではありませんでした。私たちの頭の中に認知革命と呼ばれる静かでありながらも爆発的な革命が起きたのです。この革命こそがホモ・サピエンスを地球を支配する唯一の種へと変貌させたエンジンでした。今日のこの映像では、化石記録と古代という2つの強力な武器を手に、私たち人類の誕生とその驚異的な世界拡散の奇跡をドラマチックにたどっていきます。あなた自身の祖先の物語を深く知ることで、世界の見え方はきっと変わるでしょう。初期の人間たち。複雑な進化の木、人類の歴史は単純な一本道ではありませんでした。約600万年前にチンパンジーとの共通祖先から分岐して以来、ホモ族の進化はまるで枝分かれした複雑な樹木のように多様な種を生み出しては消滅させてきました。二足歩行という初期の決定的な適応を経て、私たちの祖先は数百万年かけて徐々にその脳を大きくしていったのです。約180万年前、ホモ・エレクトゥス、原人が初めてアフリカを出て、ユーラシア大陸へと拡散しました。彼らは火を使い洗練されたハンドアックスを作り、厳しい環境に適応しました。そして約30万年前から40万年前にかけて、ヨーロッパにはネアンデルタール人が、アジアにはデニソワ人など、私たちホモ・サピエンスとは異なる、しかし非常に洗練された人間たちが各地で栄えていたのです。ネアンデルタール人は私たちより体格が頑丈で寒冷地に適応していました。彼らは高度な石器技術を持ち狩りにも長けていました。脳のサイズに至っては私たちホモ・サピエンスよりも大きかった可能性さえあります。彼らは死者を弔う儀式を行っていた証拠もあり、感情や抽象的な思考力を持っていたことは明らかです。しかし化石と遺伝子の分析は、私たちホモ・サピエンスの解剖学的特徴がこれらの兄弟種とは別に約30万年前にアフリカ大陸のどこかで登場したことを強く示唆しています。モロッコのジェベル・イルード遺跡で見つかった化石は、初期のホモ・サピエンスの形態がかつて考えられていたよりもはるかに
古い時代からアフリカ大陸全体に広く分布していた可能性を示しています。この初期のホモ・サピエンスは、その解剖学的な特徴すなわち高い額、小さな顎そして丸みを帯びた頭蓋骨を持っていましたが、彼らの行動様式はまだ洗練されていませんでした。当時の彼らはネアンデルタール人や他のホモ族に比べて特に抜きんでていたわけではなかったのです。この時期のホモ・サピエンスは食物連鎖の中では中位に位置しており、むしろ大型肉食獣や他のホモ族から逃げ回る存在でした。ではなぜこの一見して平凡なアフリカの集団が数十万年後に全世界を征服する唯一の存在となり得たのでしょうか。彼らはどのようにしてより屈強でより脳の大きなネアンデルタール人を打ち負かすことができたのでしょうか。この疑問に答える鍵が現代の遺伝学と考古学の融合によってもたらされた驚くべき発見の数々にあります。で、アフリカのドラマ。遺伝子に刻まれた今世人類の拡散の歴史を解き明かす上で、最も重要な理論が最近のアフリカ単一起源説。通称でアフリカウトフェフリチャー。モデルです。このモデルは、私たちの遺伝子の解析によって裏付けられています。もし世界各地の人間がそれぞれ異なる地域でホモ・エレクトゥスから独自に進化したのならた、地域進化説、私たちは地域ごとに深く古い遺伝的な違いを持っているはずです。しかしよ、ミトコンドリアへ母親から子に受け継がれると、染色体父親から息子に受け継がれるへの解析は、すべての現世人類が比較的最近の過去に生きていた共通の祖先へとたどり着くことを示しました。つまりミトコンドリアイブ、ヤオ染色体アダムと呼ばれる約15万年から20万年前にアフリカにいたたった一人の女性と男性の系統へと私たちの系譜は収束していくのです。この事実は現代の人類がアフリカ大陸内部で多様性を広げた後、ごく少数の集団がアフリカから外へ出て世界中に拡散していったというシナリオを裏付けています。特にアフリカ以外のすべての人類が持つ遺伝的多様性はアフリカ内部の多様性と比較して非常に低いことが分かっています。これはアフリカ大陸を出た集団が人口ボトルネックを経験したためです。このボトルネック効果は数千人あるいは数百人という極めて小さな創始者集団が環境の激変期、例えば約7万4千年前に起きたインドネシアの鳥羽、火山の超巨大噴火などを生き延びた結果だと推測されています。この絶滅寸前の状態から私たちの祖先は世界を股にかける大移動を開始します。初期の移動は何度も試みられましたが、決定的に成功し、後のユーラシア大陸やオーストラリアそしてアメリカ大陸の人口の基礎となった大移動は約7万年から5万年前にかけて起きたと考えられています。この時期地球は氷期の影響で海面が下がりアラビア半島沿岸部や東南アジアの島々を結ぶ陸の回廊ブルーアラビアルートや澄んだランドが出現しました。これは人類にとって絶好の移動の機会となったのです。彼らは沿岸沿いに貝や魚怪獣を取りながら驚くべき速度で
東へと進んでいきました。この初期の移動のスピードは驚異的であり、約6万5千年前には、当時陸続きとなっていたオーストラリア大陸とニューギニア島を含むサフル大陸に到達しました。これは当時のホモ・サピエンスがすでに高度な航海術や水上移動の技術を持っていたことを示唆しています。運命の分かれ道、認知革命の勃発。しかし、なぜ約30万年前に出現していたホモ・サピエンスは、その初期の数十万年間はアフリカ内にとどまり、この約7万年前に突然、圧倒的な優位性を持って世界を征服し始めたのでしょうか。この空白期間に起きたことこそが人類史における最大の謎であり、認知革命と呼ばれる現象です。認知革命とは、私たちの脳の配線が劇的に変化したことを指します。この変化の正確なトリガーは今も不明です。ある科学者は、脳の回路に影響を与える偶然の遺伝子変異が起きたのではないかと推測しています。この変異の結果、ホモ・サピエンスはそれまでのホモ族にはなかった決定的な能力を手に入れました。それはフィクション虚構を語り、それを集団で信じる力です。この虚構を信じる能力こそがホモ・サピエンスを単なる肉食獣の群れや血縁に依存する小さな集団から数十数百、さらには数千人規模で柔軟に協力し合える巨大な社会へと進化させました。例えばライオンについて、あの川の近くには危険なライオンがいるから注意せよと伝えるのは他のホモ族もできたかもしれません。しかしホモ・サピエンスはライオンの神が我々を守ってくれる、あるいは我々の部族の霊がライオンを撃退する方法を夢で教えてくれたといった目に見えない抽象的な概念、すなわち虚構を共有することができたのです。国家宗教法律、そして現代の企業や金融システムに至るまで、すべてはこの共有された虚構の上に成り立っています。ネアンデルタール人はおそらく高度な知性を持っていましたが、彼らの社会はせいぜい数十人程度の親族集団で固定化されていたと考えられています。それは彼らが血縁関係や直接の経験に基づかない虚構を通じて柔軟な大規模協力を行うことができなかったからです。対照的にホモ・サピエンスは共通の神話や信念を介して見知らぬ同士でも瞬時に、そして柔軟に協力体制を築くことができました。この柔軟な大規模協力こそがホモ・サピエンスの最大の武器でした。ある地域の資源が枯渇した際、ネアンデルタール人は固定された小さな群れで餓死するか、敵対的な隣人と衝突するしかありませんでした。しかしホモ・サピエンスは遠方の集団と交易や儀式を通じて関係を構築し、必要に応じて迅速に移動したり救援物資を受け入れたりすることが可能だったのです。テクノロジーの進化と生存戦略認知革命は目に見える形でも大きな変化をもたらしました。それが技術革新の加速度的な進展です。約5万年前以降、ホモ・サピエンスの道具は一気に洗練されていきます。この時代の主要な技術的特徴は複合工具と投射武器の開発です。ネアンデルタール人が
主に重い突き刺し槍を使用し、獲物に接近する必要があったのに、対しホモ・サピエンスは、安全な距離から獲物を仕留める、投擲槍や後の弓矢へとつながる、軽量な投射武器を開発しました。この技術的な優位性は、特に大型動物を狩る際に致命的な差を生み出しました。想像してみてください。ネアンデルタール人は1対1で肉弾戦を挑む必要がありました。しかしホモ・サピエンスは数百人規模の集団が連携し、遠距離から投射武器を浴びせ獲物を徐々に弱らせるというより洗練された戦略を取ることができたのです。これは狩猟におけるリスクを劇的に軽減させました。さらにホモ・サピエンスは骨や象牙といった新しい素材を加工し始めました。縫い針や釣り針、そして複雑な装飾品を作り出したのです。縫い針は防寒性の高い複雑な衣服の縫製を可能にし、氷期の厳しい気候への適応力を飛躍的に高めました。これはネアンデルタール人が持つシンプルな獣皮の毛皮服とは比べ物になりませんでした。そしてアフリカのブロンボス洞窟で見つかった約10万年前の証拠は、これらの技術的進歩がアフリカ大陸を出るずっと前から徐々に始まっていたことを示しています。そこには宣告された高度の断片や穴を開けられた貝殻の装飾品が見つかっています。これらは実用的な道具ではなく純粋に象徴的、芸術的な思考の初期の表れです。ホモ・サピエンスは世界拡散を始める前からすでに芸術とシンボルという人類独自の文化を育んでいたのです。ネアンデルタール人との遭遇と遺伝子の交換ホモ・サピエンスがアフリカを出た後、彼らはユーラシア大陸の各地でそこですでに数万年も適応し繁栄していたネアンデルタール人たちと遭遇します。この出会いは人類史において最もドラマチックな場面の一つです。私たちはかつてホモ・サピエンスがネアンデルタール人を一方的に絶滅に追いやったと考えていました。しかし21世紀の驚くべき科学的進歩、古代 AI 解析はその歴史を書き換えました。2010年代以降のネアンデルタール人ゲノム解析の結果、アフリカ系の現代人のゲノムにはおよそ 1% から4% のネアンデルタール人の絵が混入していることが判明したのです。これは私たちホモ・サピエンスの祖先がアフリカを出て間もない頃、中東のレバント回廊付近などでネアンデルタール人と一種交配インテルブレーディンしていたことを決定的に証明しました。私たちは彼らを単に打ち負かし絶滅させただけでなく、その遺伝子の一部を取り込んでいたのです。私たちの体にはネアンデルタール人の痕跡が今も生き続けています。同様にアジアの特定の地域、特に東南アジアの島嶼部やメラネシアの人々は、さらに遠い親戚であるデニソは人の絵を多く持っていることが分かっています。チベットの高地に住む人々が持つ低酸素環境に適応するための遺伝子の一部はデニソワ人から受け継いだものであることが確認されています。これは一種交配が私たちホモ・サピエンスの環境適応に役立っていた可能性を示しています。しかし一種交配があったとはいえ、最終的にネアンデルタール人もデニソワ人もホモ・サピエンスの爆発
的な人口増加の波に飲み込まれて、約4万年を境に地球上から姿を消しました。彼らが絶滅した正確な理由はまだ議論されていますが、その大きな要因はホモ・サピエンスが持つ社会的ネットワークと文化的学習能力の優位性だったと考えられています。ホモ・サピエンスは複雑な言語と虚構を信じる力によって、より広くより柔軟でそしてより多くの知識を集積できる社会システムを構築しました。彼らは個々の知識や技術を次の世代に効率よく伝え失敗から学びそれを修正し蓄積していく累積文化オムラティベウルトレの力を最大限に活用したのです。これはまるでソフトウェアのアップグレードのようなもので、生物学的な進化よりもはるかに速いスピードで適応することを可能にしました。例えば、厳しい氷期のヨーロッパにおいて、ネアンデルタール人の技術は数万年間にわたってほとんど変化しませんでした。一方、ホモ・サピエンスはその短い期間で石器の技術を何世代にもわたって革新し続け、ついにネアンデルタール人が持たなかった投射武器や芸術を生み出しました。この知識の加速こそが彼らの生存を決定づけたのです。未踏の地への進出。世界を植民地化した人間ユーラシア大陸でネアンデルタール人を置き換えたホモ・サピエンスは地球の隅々までその拡散の勢いを止めませんでした。氷河期による海面低下がもたらした陸の回廊を利用し、人類は地球上のありとあらゆる生態系へと足を踏み入れていきます。約4万年前、ヨーロッパに到達したホモ・サピエンスはクロマニヨン人として知られ、洞窟芸術という形でその認知能力の結晶を後世に残しました。フランスのショーヴェ洞窟やラスコー洞窟に残された躍動感あふれる動物たちの壁画は、当時の人々の思考がいかに洗練され、そして彼らの世界観がいかに豊かであったかを物語っています。彼らは狩りの成功を祈るだけでなく、美しさや意味を追求する芸術家でもあったのです。さらに驚くべきは、人類が最後に到達した新大陸すなわちアメリカ大陸への進出です。氷河期の最も厳しい時代、アジアと北アメリカを結んでいたベーリング陸橋を通ってシベリアから一団の人々がアメリカ大陸へと渡りました。この移動の正確な時期については現在も議論が続いていますが、確かなのは約1万5,000年ほど前までに彼らが氷床の間の回廊を抜け、北米大陸の奥深くまで進出したことです。この驚異的な拡散の結果、ホモ・サピエンスは約1万年ほど前までには南アメリカ大陸の最南端ティエラ・デル・フエゴにまで到達し、地球上のすべての主要な大陸と環境を征服しました。彼らは熱帯雨林極地のツンドラ乾燥した砂漠、そして高山の環境に至るまで、その文化的な柔軟性をもって適応していきました。このホモ・サピエンスの拡散は地球生態系に甚大な影響を与えました。特に人類が初めて足を踏み入れたオーストラリアやアメリカ大陸では、巨大な有袋類やマンモス・サーベルタイガーといった大型動物目がハウナが数千年という短い期間で姿を消しています。これはホモ・サピエンスの狩猟能力と
新しい環境への適応力が彼らの生態系を劇的に変化させた結果だと考えられています。人類は地球上の生物多様性を劇的に変えた最初の生物種となったのです。彼らは肉体的な強さではなく、その認知能力によって地球の歴史の流れそのものを書き換える力を持っていました。この力こそが次のそして最も重要な革命の準備を整えることになります。文明の夜明け。新石器革命の光と影ホモ・サピエンスが狩猟採集生活を営んでいた時代は、人類史の 99% 以上を占めます。しかし約1万2000年ほど前、最後の表記が終わり気候が安定し始めたことで、人類は決定的な変化を迎えます。これが新石器革命、すなわち農業革命です。農業革命は人類が初めて野生の植物や動物を意図的に管理し、栽培、家畜化するようになった転換点です。中東の肥沃な密花月地帯、中国の長江、流域中央アメリカなど、複数の地域で独自にこの革命が起きました。人類は小麦、大麦米、トウモロコシといった少数の穀物に、その生存をかけることになります。なぜわざわざ大変な労力をかけて農耕を始めたのでしょうか。狩猟採集民の生活は一般に考えられているよりも豊かで健康的なものでした。農耕は腰痛や虫歯そして飢饉のリスクを増大させました。しかし農耕はある一つの圧倒的な利点をもたらしました。それは食料の備蓄と人口密度の増加です。食料の余剰生産は人口の爆発的な増加を可能にしました。そして定住生活は余剰食料を守りそれを管理するための新しい社会構造を要求しました。人々はもはや獲物を追って移動する必要がなくなり集落を形成し始めました。これが都市と文明の始まりです。文明の設計図。ゴベクリ・テペの問い伝統的に人類学者は、まず農業が生まれ、次に集落ができ、その後に複雑な宗教や社会構造が生まれた。と考えてきました。しかしトルコ、南東部にある驚くべき遺跡、ゴベクリ・テペの発見は、この定説を覆しました。約1万1500年前。つまり農耕が広がる直前の時代に、狩猟採集民であった人々が、数十トンにも及ぶ巨大な石柱を切り出し、それを運び、精巧なレリーフ、動物の彫刻などを施し、大規模な円形の建造物を築いていたのです。この巨大な建造物は、祭祀的な目的、つまり共有された虚構を信じる者たちが集まるための聖域だった可能性が高いとされています。この発見は示唆しています。農業が文明を生んだのではなく、むしろ大規模な社会的宗教的、集会共有された虚構の力が、より多くの人々を養い、共に働かせるために、農業を必要としたのではないかと。認知革命がもたらした虚構を信じる力がまず複雑な社会組織を生み出し、その社会組織が定住と農業というインフラを築かせたという逆転の構図が浮かび上がってくるのです。古代の知恵と
現代の生命線農業革命は人類の歴史を加速させました。食料の余剰は職業の専門家を可能にし、戦士職人そして統治者といった階層を生み出しました。文字が発明され、法律が成文化され、メソポタミアやナイル川流域では最初の偉大な都市文明が誕生しました。これらすべてが認知革命による虚構の構築能力と大規模協力の能力の上に成り立っているのです。この驚くべき進化の物語は、現代を生きる私たち自身の遺伝子の中にも鮮明に刻まれています。私たちはネアンデルタール人から受け継いだ遺伝子のおかげで、特定の病原体に対する免疫力を高めて、至りあるいは皮膚の色素沈着に関わる適応を持っていたりします。また人類が定住し、酪農を始めたヨーロッパやアフリカの一部地域では、成人になっても牛乳に含まれる乳糖を消化できる能力、ラクターゼ持続性という遺伝子が独自に進化しました。これは人類が環境に合わせていかに迅速にそして文化と遺伝子の相互作用によって適応してきたかを示す最も顕著な例の一つです。ホモ・サピエンスは肉体的な進化の速度をはるかに超えた文化の進化という非生物学的な継承システムを獲得しました。このシステムこそが私たちが現在享受している科学技術そしてグローバルなつながりを可能にしています。私たちが今この映像を見ているデジタル技術も数万年前にアフリカを出た小さな集団が獲得した知識の累積、能力の直接的な延長線上にあるのです。現代の私たちと残された謎ホモ・サピエンスは、地球を席巻したのホモ族を絶滅させそして文明を築き上げました。しかしこの成功は私たちに大きな責任とそしていくつかの深い哲学的な問いを残しています。私たちは地球上の生態系に対して最も大きな影響を与える存在、すなわち人新生エントロポジェネの主要な担い手となりました。私たちの祖先がマンモスを絶滅させたように現代の私たちは気候変動や生物多様性の危機を通じて地球環境を劇的に変え続けています。この力を行使する上での倫理的な責任は計り知れません。いまだに解明されていない謎も残されています。私たちをネアンデルタール人と決定的に分けた認知革命の正確なトリガーは何だったのか。それは単なる遺伝子の突然変異だったのか、それとも特定の社会的な密度や環境的なストレスによって引き起こされたものなのか。さらに人類の拡散の初期の波、例えば約12万年前にアフリカを出て、その後途絶えてしまった人々の痕跡など、アフリカ内部の進化の物種構造の全貌は未だに明らかになっていません。古代解析の技術が進歩するにつれて、私たちの物語はさらに複雑で多様なものとして書き直されていくでしょう。私たちの祖先は数百万年かけて進化の困難を乗り越え環境に適応しついに考える力と語る力という最強の武器を手に入れました。私たちの文明国家そして個人的な信念のすべてが
この太古の認知革命の上に築かれた、共有された物語なのです。私たちホモ・サピエンスの歴史は、単なる生物学的な生存競争の記録ではありません。それは、知識を蓄積し、虚構を通じて協力し、そして絶えず未来を探求し続けた壮大な旅の記録なのです。私たちはどこから来てどこへ向かうのか。この問いへの答えは、過去の深い洞察の中にこそ見出せるのかもしれません。結び夜空を見上げたとき、私たちが目にする星の光は、何万年も前に放たれた過去の姿です。私たち自身の存在もまた、数十万年前の祖先たちの適応苦悩、そして彼らが獲得した驚異的な認知能力の光によって照らされています。私たちホモ・サピエンスの物語は、他の多くのホモ族が絶滅したという事実によってより際立ちます。私たちは彼らよりも少しだけ賢く、少しだけ柔軟で、そして何よりもより大規模に信じ協力することができたのです。この能力こそが私たちを地球の支配者とし、そして同時にこの地球の未来に対する責任を負わせているのです。科学は私たちがどこから来たのかを教えてくれます。しかし私たちがこの唯一無二の成功した種として、どのようにこの力を使い未来を形作っていくのかは、現代を生きる私たち一人一人の共有された意志にかかっています。最後に重要なお知らせがあります。この動画は、科学医学技術に関する教育およびエンターテインメントを目的として作成されており、専門的な医学的アドバイスや治療法を推奨するものではありません。科学的な知見は日々更新されるため、動画内の情報は作成時点の学説に基づいています。健康上の問題や医療的な判断が必要な場合は、必ず医師や専門機関にご相談ください。